むずくないですかこの比率だ。首の位置は変えずにってこと？さあそれはチャレンジだねよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回内田さんもひろいさんが来てます。どうも。アニメーション動画はひろいさんがいつも教えてもらってます。どうも。で内田さんがサイバーパンクでかいライブ漫画漫画ライブペイントいろんなところでやってますが、今回のちょっと挑戦で内田さんの描いた漫画を原画にしてアニメーションにする原画を描くチャレンジです。原画を描いたことないです。原画を。あ、ひろいさんのアドバイスもらいながら、どこから始めたらいいのかな。そうだな、横側から振り向くような。横側から正面になるってことですか？そうですね。振り向きならどのキャラクターにする？そうっすね。デザインフェスタのデザインフェスタの子あの人たち。原画を描くんならまあ枠もありますんで、こういうのを使った方がまあいつも使ってるレイアウト用紙なんですけど、それっぽくなってる。かっこいい。アニメーターになりました。アニメーターになりました今。横顔描けばいいんですよね。そうですね。大きさは別にここに入ればいいみたいなことですか？うん。あ、でもあんまり別に書き込まなくていいのか。メットとかめんどくさいですかね。どう思いますか、ひろいさん。いつもヘルメットをかぶっているサイバーパンクキャラクターを描いてる。まあ髪の毛もめんどくさくなる時もあるし、そういうパーツがついてた時の方が振り向きやすかったりするし。あ原画ってもっとちゃんと描いた方がいいんですか？とりあえず、まあ、イメージとしてラフ。ラフでいい。もうこういうそうね。横顔。で1枚出来上がったところにこれを、見たことあるこれ。はい、タップと言います。すごい。でこれに動きを加えたものを、だからこの比率で今度こっちを向いてるみたいな。むずっむずっ。今度の正面を向けばいい。そうですね。むずくないですかこの比率だ。首の位置は変えずにってこと？さあそれはチャレンジだね。うわ、やったことない。だって顎の位置だってもう違う本もんね。来は根底があってそれに沿った素材を揃えるんですけど、あ、そっか、位置だって位置とか合わせないといけないってことですよね。そう、デッサン狂ってるのがバレる。アニメはアニメはやっぱりいろいろ大変になるよね。大変っすね。想像しないといけないのか。だってこっちの目隠れてるし。むずいっすね。でも難しいって言いながら結構上手に自然に描いてますね。むずっ。これどうしようとか、こことかもうだってもうないもん。そうね、なんか小さく描いたらそのメットもう少し見せられるのかな。確かに。でかく描く癖がある。いつも壁でそう描いてるから大きく描く。そう、でっかい絵ばっか描いてるから。逆に自分はそういう大きなね面に描いたことがないからすごいなと思っちゃうけど。逆なんだ。逆なの。こういうことです、ね。一回オフにして、じゃあ自分で確かめますか。面白い。ずっと漫画描いてた人が、アニメーション原画チャレンジ。原画チャレンジ。面白いっすね。紙とか動いたら面白いな。へえ。なんかアニメーションは会社がやることだから、みんな多分自分のアニメーションあんまり軽く作る気にならないよね。まあでも最近だったらデジタルの技術が進んでるからフラッシュアニメなんか個人でも全然できるじゃないですか。フラッシュやったことありますね。私1回だけ。あ、そうなんだ。あれですよ、それこそボーカロイドの PV を1回フラッシュで作りましたね。1個だけすんげえ大変でした。見たい。YouTube 上がってますよ。はい、こんな感じです。じゃあ完成。じゃあ何かアドバイスもらえますか。調整とか考え方とか。まあ
普通に振り向きを考えるとここがスタートだとすると、まあここら辺体も動くんです、こういう時って。はいはいはい。こうした方が自然に見えるじゃないですか。体もまあ少し動いてるんで、ここは、よく考えていらっしゃってよろしいんじゃないでしょうか。そうだな、他には特にまあ振り向きっていうのはこういうもんだから、まあこの前も振り向きの動画練習する時に注意したんですけど、はじめこの場合中3枚入れると、そうだな、まあ爪の指示を入れると123枚ぐらい欲しいなと思うんですよ、中に。で人間が視線を変えるときに無意識のうちに閉じ目、一度閉じ目を挟んで全部開ききらない目があって、その次に開ききるというようなのを、まあ大体普通のアニメーション見ててまあ注意して見てるとそういう目パチを入れてます。目パチすごい。これをね見かけたことがある、この線。コンテかなんかで何のことか分かんなかった、なんだろうこの線って思って見てた。漫画でガヤガヤやってる時こういうのってあれと見間違えちゃうんですけどね。そうだ、なるほどね。まあ振り向きとしては注意点としてはこんなところですかね。じゃあアニメーション次の動画のためになんか綺麗な線で、あとその位置調整した位置、ちょっとずらすんですよね。まあ位置決めの時はレイアウト用紙を使ってもいいですけど、まあ普通に絵を描く時はこういう。じゃあこの黒い線が描いてあるのは特に原画の時はいらない。テレビにはここの黒い枠までしっかり映りますから。入りますよみたいな。線をつなげて色が塗れるように、色漏れが起きないように、そういうのを気をつけてればなんとかなりますよ。やっぱバケツで塗るんですか？そうですね、仕上げの段階でパソコン上でそういうツールで一気に塗っちゃいますからね。ですよね。セル画できる人ってもういないんですか？そうだな、もう、まあいることはいますけど、絵の具を作ってる会社はもうないですからね。ないんですね。そう、やっぱそうなんだ。トーンもなくなりそうだもんな。影とか別にいらない。そうだね、今回線画のみでやってみましょうか。じゃあ次はフレーム5アウトのアウト原画。大変な仕事ですね。本当にアニメーターさんは神ですよ。はい、ありがとうございます。どれくらいずらした方が自然に振り向いてるように見えるか。下の絵をパラパラめくりながら。へえ。だからここら辺。じゃあ当たりをつけたら上の絵をのけて、下の絵と上のラフを重ね合わせる。これを外して。この位置だなっていうのがありますよ。そうか。これで挟みます。なるほど。すごい道具がいっぱいある。これで挟む。これで描いていけば。そうか、それでそうか。こうなぞっていけばいいのか。だいたい同じ絵だけどずらした位置。そうですね。むずい。動画さんに渡す前に一回消して綺麗な一本線に変える必要はありますか？トレスする判断がつけばいいっすよ。そうか、線がいっぱいあるとどれが正しいか分かんなくなっちゃう。でもアニメーターさんってすごいですよね。その人の作家さんの絵になりますもんね、ちゃんと。でも似せきれないから作家がいるんですよ。そうか、作家が似てなかった場合は直してってやるんですよね。さらに作品の統一をさせるために創作官がいるわけですよ。さらに違和感ないように。最近スポンサーがキャラが違うの許してくれないんで。以前はその回の作家さんがまとめてくれれば OK だったんですけど、今は。でも確かに昔のアニメってその作家によって全然違う回とかありましたよね。それを楽しみに見てたんですけどね。わかる友達も言ってました。次この人の作家だから絶対いいよとか言ってる人いますもん。
確かオタクでなんかあるんです、癖があるんですよね。出る可能性が、セーラームーンなんか見直してみると回によって全然違いますからね。すっごいわかる。レイアースみたいな時ありましたもん。なんかもうすっごいある。今それがないんだ。作画崩壊っていうやつがないんでしょうね。個性は大事だと思うんですけどね。はい。おお、OK、完成ですか？完成です。はい。いいね。振り向きました。じゃあ最後に一回確認しましょうか。ああ、そうです。電気オフにして。ああ。でも位置がちょっとずれてるかも。まあアニメーションを描くんでしたら、まあアニメーターの癖、フレームがここまでと言われても端っこの方まで描いていっちゃうんで、おー、結構動画まで出来上がってしまってもちょっとこの位置ずらしたいなっていう時があると少しは調整が効くじゃないですか。あと地震のエフェクト。自由にフレームを動かす。そうですね。フレーム地震とかショックを与えた時にガカって触れます、本当なんだ。そういう時はスキャン自体をちょっと広めに取って、でさらにキュッとここら辺までフレーム寄っちゃって、それでこう振るんですよ。なるほど。大中小と自分は分けて指示してますけどね。画面ブレ大中小ガブレ大と、まあ分かりやすくこんな感じで線をまとめておくと動画さんも割りやすいとか。ああ、それ大事。すごい綺麗な線と、まあこんな感じなんですけど、じゃあこれに中割り入れてみましょうか。少しすごい、もうすでに動いてる気がする。自分の漫画が動いてるところ本当に見たいよね。そう、でもみんな漫画家アニメ化をやっぱ最終的にこう望むんですよ。そう、夢なんですよ、みんなアニメ化っていうのが。